皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。海水温29度になりまして、でもまだまだ暑いですね。蒸し暑いですね、特に今日は。ただ台風前に比べてだいぶ楽になりました。台風前から言うと海水温も3度も違います。するとですね、台風後にチヌが出てきた動画先週シェアさせていただいたんですけど、それよりもさらにですね、昨日、一昨日かな、さらにチヌ出てきまして、前日が200キロでしたね。しかもほぼ6番ぐらいで200キロいったんじゃないかなと思いますけど、とりあえずね、一回持って帰る作戦、組合のね、いけすに入れとけばいいんですけど、がね、ちょっとまだ海水温29度じゃ実行できない。朝までに死んじゃいますからね。なので今日もちょっと勢い、最初チヌのとこ通って、チヌがあんま少ないとこやって、最後チヌ取って帰りたいと思います。行ってみないととにかく分かりませんので、作戦がうまいこと当たるかどうかは分かりませんけど、チヌ、赤ゲタ、西貝、チヌで帰ってきたいと思います。最初から黒鯛すごいですね。一応まあ狙ってるんですけど、それともシャーシャが異常ですね。もう映ってないでしょうか。第2弾が出てきまして、これは第1弾、この辺はね。他の方はもう第2弾、これがもう1番20分超えたら100匹です。ちょっとカメラが止まってしまいましたけど、あ、車エビ。このペースだとちょっともう300キロ超えるんで、一旦ゲタの方へ行きたいと思います。でかい。この大きさはおそらくオオスダレガイ。素晴らしい。チヌは50でした。シャーシャーは120数えました。さっきの漁場を漕ぎながらかわした網なんで、まだチヌ多めですね。じゃあこの漁場はチヌが少ないと思うんで、しばらくここをやってもと最後にチヌのところへ行ってチヌ取って帰りたいと思います。今日はそういう作戦で行ってみます。チヌは2番で多分もう50キロ以上行ったと思います。300キロペースで行きましたけど、400超えのペースですね。これだとちょっと池間が持たないし、最後の上り潮でチヌ最後また狙ってみたいと思います。また見つけました、鏡の愛。うわー、見る。うわ、見るでゲタが入らない。こんな感じにまさかなってるとは思ってみなかったですね。びっくりだな。乗ってきてもチヌのとこばっかりやってもね、池間パンクするんで、まあちょっとしばらく辛抱してみましょう。ここでこないだからね、多少は見えてたんですけど、なんか今日から急激に増えた感じですね。あんまり増えるとですね、ちょっと量にならなくなるんですかね。これもなんか数年ぶりですね。オカメちゃんもね、急に現れたり、多少は見えてましたけど、急にこんな現れたりね。ゲタ3つでした。休み前まで10とか入ってくれてたんですけど、あれだけミルが入るともうしょうがないですね、これは。もう天秤座の上が見る。ミルが入ってもゲタが入ってくれさえすればいいんですけど、まあ当然入りが悪いな。これなんか死んだばっかりですね。綺麗なんで、この間やられたんかもしれませんね。
こなら赤桁がビルも少ないし綺麗。カモまで追って音は良さそうですね。やっぱりあんまりビルが入りすぎると入らんすよね。ここも道具飛んじゃいますからね。明け貝がすごいんですよね。でもこれももっと湧いた年がありましてですね、もうこれで上がらんくなるぐらいね、もう本当に網が上がらんくなるぐらい珍しい色入るようなことがあったんですよね。そのまた昔はですね、自分は知りませんけど、アサリで上がらんくなるぐらいアサリが湧いた年もあるそうです。まだそのまた昔は板ボガキでね、金でまた復活した板ボガキで上がらんくなった年も、網に入った年もあるそうです。全部はちょっとよう拾わないんで時間的に無理だし、拾えばいいっていうもんじゃないんで、身入りの良さそうなやつだけ拾っておきました。やっと狙い通り出たが、わあ、これなんかすごいですね。食い応えありそう。まあずっとは続かんでしょうけどね、これぐらいずつ追ってくれればいいんですけど、あとはこれ広いですね。赤下ビラメちょっと入り悪くなったんで、少しだけ西貝を狙ってみたいと思います。意外なご褒美だ。西を取ろうと思ったら、お、硬い。今日は西が少ない。コースが悪かったのか。黒。これはもう入ったばっかりでしょ。ピチピチ元気。黒。西貝はいますけど、ちょっと型が小さいな。次は大きいのが入ってくる。でも出てきますね、なんとか。筋をずらして狙ってみます。今度は浅いとこだけ通ったので、さっきよりはいるんじゃないかと思うんですけど、下手すると貝殻で上がらんくなるんで怖いですよね。見えましたね、落ちてくるとき大きいのが。おお、ラッキー、めっちゃラッキー。これは西貝狙ってよかった。スーパーおまけ。まだまだ見えたはずなんですけど、もうさっきの一番のところで十分取れましたので、体が持ちそうにありませんので、元の場所を変えてます。よいしょ。ミルがたくさんあったところにもう一回行ってみます。潮が流れる方向変わったんで、様子が変わってるかもしれません。黒エビの親が
まだいるんですね、なんと。もう世代交代の時期ですけど。ではそろそろチヌの方へ行ってみたいと思います。最初波ぐらいいてくれるかどうかは分かりませんけど。ここがね、車エビもいるからいいんですけどね。さすがに最後は少し減りましたね。ではこれにて帰りたいと思います。ハモがナイスですね。今ハモちょっと嬉しいんですよね。では帰ります。これを取り除いて最後の一番伸び悩みましたけど、チヌは推定200キロです。ただ今日はちょっとゲタ少なめでした。こちらを見てください。なんじゃでっけえ木が。最後足の親指の爪の上に降りてきまして、痛すぎるそれは。でも決まって左足の親指なんよな。涼しくなったな。急に風があるし。急にな、涼しくなったらチヌが出てきて、今日もおりました。先日200キロおったけど、今日もおそらく推定200キロだと思います。お疲れ様でした。出てくるって言ったらもう一気に、一気すぎるな。もうずっとそこまでやりたいんだけど、今一旦帰ってくる作戦できんの。水温高いけん。ここは港が、いくら涼しいと言っても海合のいけすも港の水をあげとるけん、あそこに釣ってもダメだ。それとですね、シャーシャーが、金庫のカニのことをシャーシャーって言ってますけど、シャーシャーがすごい、最高132数えました。一番まだ取れないが大きな。第2弾が出てきて、第2弾はもう間に合わん。こんなちっちゃいやつ今年ではもう無理ですけど、第1弾は今年間に合うと思うんですけど、ちゃんと育ってくれる。どれぐらい残るかなやな。チヌに食べられるけんな。チヌとかハモに食べられますので、ただ過去5年の中で多分一番多いな。海中じゃん。頑張ってほしいな。頑張っていただきたい。丘ほどすごいわ。丘ほどすごい本当に。海に散らばってるけどね、渡りガニっていうぐらいですから。皆さん今日もハードワーク大変お疲れ様でした。秋が来ません。もう今や秋は10月にならないと来ないという。ちょっと涼しくなりましたが、いつまでも暑い。視聴者さんにおすすめしていただきましたフォアローゼズバーボンです。うわかっこいい。実はですね、ブラックをおすすめしていただいたんですけど、フォアローゼズのブラックを調べて買おうと思ったんですけど、その隣にプラチナっていうのがありまして、申し訳ありません。悩みに悩んだ挙句プラチナ買ってしまいました。もうどうせブラックが3800円ぐらい、3500円ぐらいだったかな、だと思うんですけど、ブラックはね3700円。イエローっていうのもあるんですね。イエローってどんなんなんじゃ。でね、このプラチナが
8600円だったんですよね。その3700円をこっちに回してと思って、なんかプラチナがね最高級って書いてたんで、8600円で最高級ならこれにしようかなと思ってしたんです。アルコール度数は43度、バラのバーボン、アメリカのケンタッキー州のバーボンだそうです。 EU が報復関税をかけるときにその商品の中にバーボンを含めていたのでトランプさんが怒ったという話があるとかないとか。アメリカの誇りバーボンいただきます。いやもう色も綺麗、瓶もかっこいいし、ああ久しぶりに美味しい酒来たかも。あ、久しぶりの本気のやつ来たかもしれませんこれ。おお、もう瓶の香りからドストライク。43度です。バーボンなのでトウモロコシがね 51% 以上なのでしょう。材料、ちょっと後でゆっくり読みます。あ、瓶の時の香りとほぼ一緒。いただきます。おお、これは好きなやつ。とてもフルーティーで香りがもうめちゃくちゃいいですねこれ。いやこれは本当に美味しいやつですねこれ。ドストライク。バーボンは以前海外の方にワイルドターキーを勧めていただいて5800円の動画の中でも一度飲みましたけど、完全に超えてきてますねこれ。あ、これに出会えてよかった。フォアローゼとに出会えてよかった。もう特別な時に飲むやつですねこれ。今日はこれで決めようっていう感じの日の飲むやつ。絶妙なバランス。おお、もうめちゃくちゃいい香り。ほんとこれ甘い。これは本当におすすめしてくださって本当にありがたかった。これは久しぶりに本当に美味しいのはもう毎回美味しいんですけど、久しぶりに本当と1ランク上の美味しさ。甘さととにかく芳醇さとも香りがもう絶妙なバランスですねこれ。あ、もう本当にうわ、これはすごい。飲んだ瞬間の香りとも一緒に来るんですよね、甘さと芳醇さが。それがこう喉を通っていく時に、その鼻とつながってるとこを通っていく時のその香りと味がもうたまらんす。これは本当に、いやこれはすごい。本当に足りないとこがないし、余残なものもない。これを本当におすすめしてくださって本当にありがとうございました。もうブラックも飲んでみます。もうアナザーレベル、もうちょっとアナザーレベル、本当に1ランク違う、2ランクぐらい違う。よいしょよいしょ。蒸しエビ餃子です。車エビを蒸しエビ餃子にしてみました。以前ガラエビと芝エビではやって動画で皆さんとシェアしたんですけど、ちょっと車エビでねそれを作ってみました。この半透明の。まずはちょっとこのままストレートでいってみたいと思います。これ一口で無理やろ。熱々いただきます。あっか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 。ボレーブチうめえっす。めちゃくちゃうまいです。これタケノコ入ってる。タケノコのアクセントがとてもいいですね。芝エビとガラエビで作った蒸し餃子との違いはもう歯ごたえですね。だし味と甘みはガラエビがもうナンバーワンです。あとあっさり食べるんなら芝エビがナンバーワン。歯ごたえを楽しみたいんなら車エビっていう感じでしょうか。ではちょっとイジポンマ特製ソースでいきたいと思います。いただきます。うまっうまっ。いやからしがめちゃくちゃ合う。やっぱりこういうもんってからしが合うようになったんですね。からしがもうめちゃくちゃ合います。これ酢醤油なしでからしだけでいいかも。あとイジポンママが思いついたそうなんで、この生卵もいってみたいと思います。卵の黄身と醤油です。いただきます。いける。全然いける。すき焼き、おそらくすき焼きっていう感想になるんじゃないなとは思ったんだけど、すき焼きではない。決してこれはこの料理って感じ。酢醤油よりもこっちの方が好きっていう人は結構多いと思う。これ濃厚なの。濃厚というかまろやか。からしだけがなんか優勝のような気もするけど、どうなんかな。いただきます。優勝もうその一番素材の味を引き立ててくれるのはやっぱからしだけですね。今回もご視聴ありがとうございました。ページポンイケイケやな。